別麦のゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日別麦です。今回はインベントリ内の同じアイテムは、まとめて一つのスロットに入れてみようと思います。インベントリのアイテムをまとめてみた。実際に作ってみましょう。1、アイテムの重複判定。インベントリ内に同じアイテム名があるかどうかを判定します。UMG インベントリを開きます。イベントグラフに移動します。アイテム情報の取得のすぐ後ろに記述します。一旦切断します。変数アイテムネームあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムネームあり、ゲットノードより、ファインドノードを配置します。ファインドノードは、配列内の特定の値を検索するために使用されます。見つかった場合は、インデックス値を返します。見つからなかった場合は、マイナス1が返されます。変数アイテムネーム、ゲットノードを配置します。下のピンにつなぎます。ファインドノードより、イコールノードを配置します。下のピンに、マイナス1と記入します。イコールノードより、ブランチノードを配置します。アイテム情報の取得につなぎます。インベントリ内に同じアイテム名がない場合は、トゥルーに処理が流れます。インベントリ内に同じアイテム名がある場合は、フォールズに処理が流れます。最初の追加。インベントリ内に同じアイテム名がない場合は、インベントリにアイテムをそのまま追加します。これまで通りですね。カスタムイベント EV アドファーストを作成します。切断した処理をつなぎます。ブランチノードのトゥルーに、カスタムイベント EV アドファーストをつなぎます。3、2回目以降の追加。インベントリ内に同じアイテムがある場合は、同じアイテムを2回目以降追加するときです。カスタムイベント EV アドアフターセカンドを作成します。ブランチノードのフォールズに、カスタムイベント EV アドアフターセカンドをつなぎます。3の1、同じアイテム名のインデックスを取得。アイテムネームアリー内で同じアイテム名のインデックスを取得します。変数アイテムネームアリー、ゲットノードを配置します。フォーイーチルプイズブレイクノードを配置します。フォーイーチルプイズブレイクノードは、特定の条件が満たされた場合にループを終了します。配列内の全要素を調べることなく、条件が満たされた時点で即ループを中断できます。カスタムイベント EV アドアフターセカンドにつなぎます。アレイインデックスピンを右クリックして、変数へ昇格します。名前をセイムアイテムインデックスにします。ループボディにつなぎます。アイテム名が同じかどうかを判定します。変数アイテム NMA。ゲットノードを配置します。イコールノードを配置します。下のピンに、フォーイーチルプイズブレイクノードのアレイエレメントピンをつなぎます。イコールノードより、ブランチノードを配置します。変数セイムアイテムインデックス、セットノードにつなぎます。同じであれば、ループを終了します。トゥルーをブレイクにつなぎます。3の2、アイテム数の追加。現在所持している同じアイテム名の数量に、取得した数量を追加します。変数アイテムアマウント、セットノードを配置します。フォーイーチルプイズブレイクノードのコンプリーティッドピンにつなぎます。変数アイテムアマウントあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムアマウントあり、ゲットノードより、ゲット、アコピーノードを配置します。変数セイムアイテムインデックス、ゲットノードを配置します。下のピンにつなぎます。ゲット、アコピーノードより、アドノードを配置します。変数アイテムアマウント、ゲットノードを配置します。下のピンにつなぎます。アドノード変数アイテムアマウント、セットノードにつなぎます。3の3、所持アイテム数の上限判定。今回は、アイテムに所持できる上限の数量を設定します。所持している数量に取得した数量を追加すると、上限を超えるようであれば、取得できないようにします。999個まで所持できるようにします。変数アイテムアマウント、セットノードより、レスノードを配置します。下のピンに1000と記入します。レスノードより、ブランチノードを配置します。変数アイテムアマウント、セットノードにつなぎます。取得した数量を追加したとき、
アイテム所持数の上限より少なければ、トゥルーに処理が流れます。アイテム所持数の上限を超えるようであれば、フォールズに処理が流れます。取得した数量を追加したとき、アイテム所持数の上限を超えるようであれば、今回、マックスアマウントと表示されるようにします。プリントストリングノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。インストリングにマックスアマウントと記載します。3の4、アイテム数配列の上書き。所持数の上限を超えなければ、アイテムアマウントアレイ内のデータを上書きします。変数アイテムアマウントアリー、ゲットノードを配置します。変数アイテムアマウントアリー、ゲットノードより、セットアレイエレムノードを配置します。セットアレイエレムノードは、配列内のインデックスを指定するとその配列要素を上書きします。インデックスピンは、同じアイテム名のインデックスなので、変数セイムアイテムインデックスを配置します。インデックスピンにつなぎます。アイテムピンは、所持している数量に取得した数量を足した数量なので、変数アイテムアマウント、ゲットノードを配置します。アイテムピンにつなぎます。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。3の5、スロットにアイテム所持数を表示。スロットを指定して、アイテムの所持数を表示します。まずはスロットを指定します。関数ピックアップターゲットスロットノードを配置します。セットアレイエレムノードにつなぎます。変数セイムアイテムインデックス、ゲットノードを配置します。インデックスにつなぎます。指定したスロットに所持しているアイテム数を表示します。変数 UMG スロット、ゲットノードを配置します。変数 UMG スロット、ゲットノードより、UMG スロット内のカスタムイベント EV セットアイテムアマウントを呼び出します。変数アイテムアマウント、ゲットノードを配置します。アイテムアマウントにつなぎます。関数 PICKUP ターゲットスロットにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。が所持しているアイテムと同名の時は、インベントリ内でまとめることができましたね。4、ちょっと修正。ちょっとだけブルプリントを修正します。4の1、アイテムの入手フローの変更。現在、アイテムを取得すると、アイテム情報がキャラクターに流れ、それからインベントリに渡されます。一度キャラクターを経由するようになっています。それをアイテムを取得すると、直接インベントリに渡されるようにします。プレイヤー判定でプレイヤーかどうかを判定しているので、プレイヤーであれば、インベントリも引っ張ってくるようにします。DPI プレイヤーに変数を追加します。DPI プレイヤーを開きます。DPI フィーズプレイヤーを選択します。アウトプットに変数を追加します。変数 UMG インベントリ、UMG インベントリオブジェクト参照型を作成します。DPIF インベントリアイテムを選択します。DPIF インベントリアイテムは必要ないので削除します。コンパイルして保存します。DPI 関数 is プレイヤーに UMG インベントリの参照を接続します。DP インベントリキャラクターを開きます。インターフェース、DPIF is プレイヤーをダブルクリックして開きます。リターンノードに UMG インベントリピンが追加されています。変数 UMG プレイヤー UI、ゲットノードを配置します。変数 UMG プレイヤー UI、ゲットノードより、変数 UMG インベントリ、ゲットノードを配置します。変数 UMG インベントリ、ゲットノードを UMG インベントリピンにつなぎます。イベントグラフに移動します。アイテムの入手、インベントリへは必要ないので削除します。コンパイルして保存します。DP インベントリアイテムベースを開きます。DPIF インベントリアイテム、メッセージノードは必要ないので削除します。変数アザーアクター、ゲットノードも必要ないので削除します。DPIF プレイヤー、メッセージノードに UMG インベントリピンが追加されています。
右クリックして変数へ昇格します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。変数 UMG インベントリ、セットノードより UMG インベントリのカスタムイベント EV アドアイテムインベントリを呼び出します。アイテム情報の変数をそれぞれつなぎます。アイテムから直接インベントリーアイテム情報を渡せるようになりましたね。後ろの処理をつなぎます。コンパイルして保存します。4の2、インベントリ枠数上限オーバー、UMG インベントリを開きます。インベントリ枠数上限判定で、一旦、マックスインデックスを切断して、1を記入します。インベントリ枠数上限を2個にします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。現在、インベントリ枠数上限オーバーの時に、アイテムを拾うと、インベントリに追加されずにアイテムが消えてしまいます。インベントリ枠数上限の時は、アイテムは拾えなくて、フィールドに残るようにします。UMG インベントリを開きます。取得アイテム情報に取得したアイテムの参照を含むようにします。EV アドアイテムインベントリを選択します。インプットに変数を追加します。変数アイテムアクタの参照型を追加します。EV アドアイテムインベントリノードのアイテムアクターピンを右クリックして、変数へ昇格します。アイテム情報の取得につなぎます。後ろの処理もつなぎます。コンパイルして保存します。アイテムアクターで自身の参照をインベントリに送付します。DT インベントリアイテムベースを開きます。呼び出し関数 EV アドアイテムインベントリにアイテムアクターピンが追加されています。アイテムアクターピンよりセルフノードをつなぎます。コンパイルして保存します。インベントリからアイテムにイベントを送るために、アイテムの BPI を作成します。右クリック、ブループリント、ブループリントインターフェース、名前を BPI アイテムにします。ファイルを開きます。新規関数を BPIF アイテムデストロイにします。コンパイルして保存します。インベントリで取得できるかを確認した後に、取得できた場合のみ、アイテムをレベルから削除します。UMG インベントリを開きます。最初の追加の時、インベントリ枠数上限判定のトゥルー処理の最後で、アイテムアクターへ処理が流れるようにします。変数アイテムアクター、ゲットノードを配置します。変数アイテムアクター、ゲットノードより、BPIF アイテムデストロイ、メッセージノードを配置します。トゥルー処理の最後のノードにつなぎます。2回目以降の追加の時、所持アイテム数の上限判定のトゥルー処理の最後で、アイテムアクターへ処理が流れるようにします。アイテムアクターへ送付をコピーして貼り付けます。トゥルー処理の最後のノードにつなぎます。コンパイルして保存します。インベントリで取得後、アイテムをレベルから削除します。DT インベントリアイテムベースを開きます。DTI アイテムを実装します。クラス設定、実装インターフェースのプルダウンより、DTI アイテムを追加します。インターフェースに BPIF アイテムデストロイが追加されます。DPIF アイテムデストロイを右クリックして、イベントを実装します。イベントグラフに、イベント BPIF アイテムデストロイノードが追加されます。イベント BPIF アイテムデストロイノードに、プレイサンド2レノードとデストロイアクターノードをつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。インベントリ枠数上限オーバーの時、アイテムを拾うと、拾えなくなりましたね。ちゃんとフィールドに残ってますね。4の3、スタティックメッシュのコリジョン。アイテムを拾えない時、アイテムにぶつかってしまいます。アイテムにぶつからないようにします。DT インベントリアイテムベースを開きます。スタティックメッシュを選択します。詳細パネル、コリジョンプリセット、ブロックオールダイナミックを今回はノーコリジョンにします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。
拾えないアイテムにぶつからないようになりましたね。最後に、インベントリ枠数の上限を元に戻します。UMG インベントリを開きます。インベントリ枠数上限判定でマックスインデックスをつなぎます。コンパイルして保存します。設定ファイル。インベントリにアイテムの追加ができたので、次回は、インベントリ内のアイテムを消費してみようと思います。インベントリ内のアイテムをまとめるメリットは、スペースの節約、整理整頓、スロットを節約することで、インベントリの管理が容易になり、他のアイテムを収納できるスペースが増えます。迅速なアイテム選択、まとめたアイテムは一つのスロットに入っているため、戦闘中や緊急時に迅速にアクセスできます。プレイスタイルの多様化、より多くのアイテムを持ち運ぶことが可能になり、プレイスタイルの幅が広がります。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。